ご理解第23節。氏子が神と仲良する信心ぞ。神を恐れるようにすると信心にならぬ。神に近寄るようにせよ。難儀は神様と私どもとの仲立ちです。そこから神様との交流が始まります。難儀が親愛と悟れる頃には、いよいよ神様との中に切っても切れぬ仲が生まれます。神の働きそのままに受け抜くとき、神の働きそのままのおかげの世界が生み出されてきます。神の働きそのままにと師匠が表現しておられます。その神の働き、これを確信できるところに助かりの世界があると思いますね。神の働き、神様のお働きをあるのかないのかわからない。神様がおられるかおられないかということを問題にすることがありますけれども、そこから先に進んで神様のお心を信じる、信じない。そしてまたさらに神様のお働きがそこにあるかないか、現れるか現れないか、その神様のお働きがそこに現れるということを確信できたら、もう助かりの世界が近いのではないでしょうかね。やはり私どもこうしてお話をさせていただいておりますけれども、そこに神様のお働きが現れなければ人が助かりようがありません。人様が助かっていただかれるためには、そこに神様のお働きがなければどうしようもありません。ただ教えを聞いて納得したとか、合点がいったとか、なるほどそうかなという程度のこと、その教えを聞いて分かったという程度の心が助かるということでは本当の助かりではないわけですから、そこに神様のお働きが現れて、なるほど間違いない神様だ、神様のお働きには間違いないな、なるほど神様が私のことを愛してくださっているのだなといったような、その神様の働きを実感として感じる、師匠が教えてくださる触れば温かみを感じ、つつけば血が飛び出るような神様に触れて実感してというその世界がなければ、人が真に助かるということにはならないと思います。そのためには神様のお働きが実際にそこに現れているということ、現れるということ、それをやはり問い次のものが確信できれるということが大切だと思うのですね。新型コロナウイルスのおかげでリモートワークとかテレワークとかもされております。会社に行かないで、自宅から仕事をするというようなことでしょうけれども、それができる人もおれば、できられない、やはり直接現場に行かなければ仕事ができないという人たちもたくさんおられるわけですけれども、私がこうしてアメリカにいます。聞いてくださっている方は日本の方もおられましょうし、ポッドキャストで何かどこから聞いているのかというのがわかるようですけれども、世界のどこかで聞かれているということもあるようですね。
いわばそういう遠隔地の人にでも神様のお働きが現れるというその確信がなければならないわけですね。今朝いただきましたことは、ありがたいことにその成り行きを大切にするということ、それはどういうことかというと、その成り行きを大切にするということは、その身の回りに神様の働きが現れる。その例えばその人の身の回りに神様の働きが現れる。そのことが確信できる。その時に初めて成り行きを大切にということが話せるのだというようなことをいただきました。そして昨日いただきました。その助かりの凝縮版というのでしょうか。池上金光大臣、大坪宗一郎、天地金の神、一心に願い。おかげは我が心にあり。神の心は成り行きにあり。今月今日で頼めい。でしたかね。そういうようなことだったと思いますけれども、神の心は成り行きにあり、その今私の上に現れる成り行き、あるいはお話を聞いてくださっている人の身の上に現れる成り行き、それが神様のお心がそこに現れるというそのことの確信。確信こそ心の守りであるとも教えてくださいますけれども、その人々が助かっていく、助かっていただけるための要件というものがここに整ったということなのですね。私どもがおかげをいただきたい。それは様々なおかげがありましょう。これは助かるということに置き換えてもいいかもしれません。その助かりは和らぎ喜ぶ我が心を求めるところにあるぞと。そしてまたその人が助かるためのその神の働きは成り行きにあるぞと。もうすでにその身の回りに起きてきておる様々な出来事、その神様の働きがもう身の回りにあっているということなのですね。そのことを確信ができれる。これはある意味師匠の祈りへの確信ということでもありましょうね。師匠がその祈りが、その働きが私どもの周りに、またこのお話を聞いてくださっている方の周りに起こっている神の働きがあるということへの確信。これができたならば、もう世界中のどこの人であろうが助かることができる。助かられることができるということにつながるわけですね。いわばリモート取り次ぎとかテレ取り次ぎとかいう表現でもいいのかもしれません。もうこの池上金光大臣、大坪宗一郎、天地金の神一心に願い、
おかげは我が心にあり、神の心は成り行きにあり、今月今日で頼めい。と、このことを心にかけてくださる方、心の守りとしてくださり、そこに確信を持ってくださる方の上には、助かる、そのための働きが必ず現れるということですね。世界中の誰でもが神様のお働きをいただき、助かることができる世界がここに開かれたということですね。それこそめでたいめでたいということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。